どこでゴミ持ってかな、ニトリ？ニトリも見ようかなーって。ちょっとなんか見てもよくね？いいよ。あ、怖いよ。大丈夫？最近のエリのお悩み発表会しい？お悩み発表会どうぞ。なんかさ、今年25の年さ、エリ？この25の年になった瞬間ぐらいからさ、周りがマジで結婚妊娠がすごい。ああ、はいはい。確かに25ぐらい増えそうだね。なんかさ、周りにママとかさ増えるじゃん。今は SNS が普及してるってのもあるから、めっちゃストーリーに上がるわけよ。なんか生徒さんっていう存在はパートナーはいるけど、めっちゃなんか焦る気持ちがどこか心の中にめっちゃあって周りがねそういうの多いとね。そう、まだ結婚まだだよなとか思っててもなんか焦ってしまうじゃないけど、はいはい。焦るけどそれを彼氏に言ったらなんかエリがせかしてるみたいですよ、結婚を。ああ、確かに結婚とか、そう、結婚とか子供を早くみたいな感じで遠回しに言ってるんじゃないかみたいな。早く結婚しようみたいな言ってるみたいな感覚だから、なんかそういう女にはなりたくないわけですよはいはい。だから生徒さんにもなんかあんまり話したことないし、確かに焦る気持ちは出るよね。それがもう25のこのなってからマジで増えてるから一番増える時期だよ本当に多分、だと思うね。別にいいんだけどなんか寂しい。まあいろいろ考える年齢ではあるよね。なんか自分だけ置いてかれてるみたいな。そうね。特になんか生徒さんはあれさ、結婚観的に言えば一回離婚してるから、ない方さ結婚しなくてもいいじゃんって感じさね。そこまで別に急いで結婚を別にしなくてもいいじゃんって感じさね。一回経験してるからね。そうもあるからっていうのもあって、なんか生徒さんとのこのエリのやっぱ結婚観のズレとかもあると思うわけさ。はいはい。そうね。だからそういう結婚のタイミングってどうやって決めるのかなってちょっとなんか思ったりした。自然と決まるもんなのかな。いやどうなんだ、人によるんじゃない本当に。俺は多分本当になんか周りも結婚しててそろそろ結婚した方がいいのかなみたいな感じで結婚したのが多分近かったかもしれないから、実際俺もそんな感じだったと思うから今考えたらね。なんか彼氏がいない人っていうのももちろん焦ると思うしさ、自分が彼氏いないのに将来どうなるんだろうみたいな、結婚するのかなみたいなのあると思うけど、彼氏がいたらいたでなんか周りから結婚しないのとかそういうことね。なんか聞かれることも増えるし、別にその結婚って重要なものじゃん。でエリももちろん人に聞いてしまってる部分っていうのもあるかもしれないんだけど、結婚自由じゃん。そうね、自由だと思う結婚しないのって結婚するよねこの年代25になったらみたいな感じじゃない？ちょっとそうね、そういうなんかこう当たり前みたいなのがあるからね。そうだからこの25歳の時期のこの結婚観って難しいなって最近感じてます。そうね。そもそも結婚したいって思ってるんだったらその結婚について考えるのも全然ありだと思うけど、別にしたいと思ってなくてただ周りの影響で流されるんだったらこうなんかちょっと一回立ち止まって考えてみた方がいいよね。大きなイベントだから。そうね、大きいよね。付き合わないぐらいの軽い感じじゃないから、結婚はもう親とか親戚とかいろんな人が関わってくるから。そうね、自分たちだけのことじゃないのかもね、結婚したらね。だからそれなりにやっぱ考えてっていうのが大事だと思うんだけど、周りにねこう焦って周りの影響を受ける気持ちはもう分かるんだけどね。でも25になってそれが余計にこの焦りっていう形となって自分の中で現れてるからそうね、たまにモヤモヤしてしまうわけよ。でもセイタさんにもあんまり話せないし全然いいけどいいって言うけど、セイタさんは別にいいよって言ってくれるけど、なんかエリが結婚焦ってる人みたいさ、焦らせてるみたいな、なんていうの、セイタさんに結婚しようって言ってるみたいな感じに聞こえるさ。だからなんかエリの中ではセイタさんとの話で結婚の話はちょっとタブーみたいな。俺全然あれだけど言われてもそうなんだ俺がしようと思ってないから別にいい今ねみたいな。そうちゃんとお互いで結婚しようってなったらするけど、片方だけの気持ちでやるっていうのが違うと思うから、そうね、そうなんだって焦るよねぐらいで多分終わるめっちゃ焦らされてるやばいとかは多分1ミリも思わないと思う。じゃあエリが別にセイタさんに対して結婚の話しても何とも思わないってことね。そうね、ゼクシーを置かれてても
なんでこれもらったのぐらいしか思わない。今度やっとこうかな。ゼクシー置いときました、全然思わないと思う。すごい、今こんなドレスがあるんだぐらいしか思わないです。もしかしたら初めてだったらやばい、なんかそろそろ結婚を考えないといけないのかなとなんかちょっと考えるかもしれんけど、ではないから。結婚するってなったらさ、結婚しようかみたいな話し合いをしたいと思う。話し合いをしたいなと思う。形なんとなくだけど男の人からタイミングでプロポーズして、っていうのが多いね。多いじゃん、でもそれってもしかしたら女の人のタイミングじゃない時も、あれかもね、もうちょっと待ってほしいとか、嫌いとかじゃないよ、タイミングもうちょっと待ってほしいとかいろいろありそうじゃんってなったら、なんか話し合ってからでもいいのかなと思う。まあそのプロポーズっていうサプライズみたいなのがなくなるのかもしれないけど、それはじゃあそうやってプロポーズとかはなしに結婚するみたいな形ってこと？なんかその話し合ってお互いの中でそれと結婚してもいいねってなった上でプロポーズは別でやるとかね、ありなのかなと思うけど、だからエリこういうだからこんなって今さ、なんか言ってしまえば撮影だからこの、話できるけど瀬戸さんとエリこの指輪の話とかプロポーズの話とか今してる中でなんかめっちゃなんか違和感がね恥ずかしいじゃないけど本当に話していいのかなみたいな。確かになんか彼氏とこんな触れにくいことっていう。そう、一応分かる、この人と結婚するかどうかとか分かんないじゃん、したいっていう気持ちはあってもさ、どうなるかはね先は分かんないからねとかっていう中でこんな話をしていいのかとかなんかいろいろ思うんだよね。もちろん結婚してない友達っていっぱいいるし、いるけどそこが目に入るんだよね。俺は別に30超えても結婚してなくても全然いいんじゃねって思う人だから、そのと結婚することが幸せになるわけじゃないと俺は思ってるから、そういうこう幸せになれるなと思う人と出会ったその途中で結婚っていうイベントがあるだけであって、結婚をゴールにしたら絶対幸せになれない。そうね、分かってるんだよ、分かってるんですよ分かってるんですけど、周りからのやっぱそういう気になるのはあるの。それはね、結婚したいと思うよ一応。全然いいと思う。恥ずかしいちょっと言うの結婚したいって気持ちがあるの全然いいし、それが心から本当に本当に結婚今したいって思うんだったらその時に話にすればいいし、多分それはさすがに分かるさ、周りの影響じゃなくてやっぱ自分の心から出てるな思うのかな。そうやってこの人と結婚したいって思った時に心から出るもんなのかな。出るんじゃない？経験したことがないさ、分かんないさね。だって付き合う時もそうじゃん。この人と一緒にもっといたいって心から思うから好きって伝えて付き合い始めるから。そう多分一緒だと思うわけ。今多分経験してないからないだけであって、多分もちろんそれは出るのかなと思うけど、なんか今はさ分からん、同棲してるから結婚してると変わらない生活みたいなところはあるかもしれないけど結婚したいみたいな感じじゃないわけさ、一緒にいたいよ、当たり前にこの今の幸せがずっと続けばいいなとは思うけど、それが結婚したいなのかって言ったら結婚にそういう何か意味を感じられない部分もあって、何の意味があるんだろうこういう結婚っていう言葉に、そうね、紙に、制度的な問題だからね。そうっていうのがあって結婚しないみたいなだけど周りから結婚しないのみたいになるからちょっと考えちまう。そう自分のこのズレでちょっと落ち込むみたいな、そっか、心から結婚したいって思う時に結婚したらいいのかな。じゃあエリがさ心から結婚したいって思ったら生徒さんに報告するよねそうね、生徒さんそこから結婚したいって思いましたよってそしたらその時に2人で話すればいいと思う。生徒さんはどうですかって、そういう確認するっていうのが大事だと思う可愛いね、なんかその話はねでも俺はそうだもん、なんかズレが一番あれさ、喧嘩もずれる時になんか喧嘩になるさ、ズレは良くないからやっぱり。もしかしたらそういう結婚してる周りを見ながら、この人とこういうのを未来を描けたらいいなって自分が思う時が来るかもしれないしね。そう思うとなんか結婚してる周りの子に対して自分があんまりいいイメージないっていう感じじゃん今の話だったら、でもそんなじゃなくて自分の未来の見える形としてはいいのかもね、そういうの見てるのもね。そうね、本当にさっきエリが言ったように目的がこの人と一緒にいたい、ずっと一緒にいたいが目的であれば、ゴールは結婚じゃないはずだから、一生いることがゴールだから、そのために必要であれば結婚っていう手段を取るし、そうね、っていうことで、だからパートナーみたいなのもあるんだもんね。そうね、結婚じゃなくていいよって、そういう形だけじゃないよっていう。お互いの中で納得してる一番の形が結婚だったら結婚だし、結婚じゃない形だったら結婚じゃない形でもいいと思うんです。そこにとらわれるっていうのが一番良くないと思うかな。
とうございます先生先輩か。なので今日のお悩み相談、お悩み相談コーナー先輩へお悩みを相談しましょう。それを当の本人に相談するのもあれだけど、そうだよ。じゃあエリは相談する人が生徒さんなわけさ。はいはい、他の人にどうやって相談していいか分かんないわけさ。いやいいと思うけど全然俺も相談された方がね、こういうこと考えてるんだって知れるし。そうね。25歳の結婚観いかがだったでしょうか。周りに流されずにこれからも2人の幸せを大切にしていきたいなと感じました。皆さんの結婚観もぜひコメントで聞かせてください。この動画が面白かったら高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。あれ世間高いよ。なんかどうなってる撮影終わらんとそうだね、なんかどうならないとかしてる。バイバイ。